新年明けましておめでとうございます。とこママ情報局です。さあ2026年もスタートしました。皆様どんなお正月を過ごされましたでしょうか。とこママ情報局もお正月は少しお休みをいただきまして、今回からね気持ちも新たにまたスタートしていきたいと思っております。今まで通り、マイペースでの配信になるかと思うんですけれども、これからもね、楽しみながら神社仏閣参拝させていただこうと思っておりますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。さて今年は馬年ですね。飛躍の年などと言われていますけれども、今までねとこママ情報局もやはり干支にちなんだ神社っていうのをね、よくご紹介はしていました。馬年ということで今回ご紹介するのは馬にまつわる神社とさせていただきたいと思います。ということで、やってまいりましたのは東京台東区です。浅草浅草寺からもほど近いところに鎮座しています。今日は矢先稲荷神社という神社を参拝させていただこうと思っています。こちらの稲荷神社、非常にね馬とのゆかりが深いという神社ということですので、どんな神社なのか私ね今回初めてお邪魔いたしますけれども、楽しみですね。馬年をスタートするにふさわしい神社なのではないでしょうか。それではこれから参拝に伺いたいと思います。浅草寺雷門の前です。やっぱり相変わらずの人ですね。にぎわってます。今日はね浅草駅からアクセスします。見てください、今日もいいお天気です。雷門久しぶりですね。インバウンドもねそろそろ落ち着くのかなと思ってたんですけど、全然そんなことないですね。この辺りは外国人の方多いです。ここはつくばエクスプレスの浅草駅ですね。ここからだとね結構アクセスしやすいのかなと思いますが、もうすぐでしょうかね。はい、浅草駅から12、3分ですかね、歩いてきました。赤いのぼりが見えてきました。白い鳥居も見えてきましたね。矢先稲荷神社の赤いのぼりが見えました。こちらですね。なんかすごい素敵な額がかかっています。すごい、これなんか陶器の額でしょうかね。ちょっとね珍しい素材でできているような気がします。境内イチョウが綺麗ですね。それでは失礼いたします。実は撮影で訪れたのは12月下旬。年が明けると初詣の人でにぎわうので人が少ない年内にお邪魔しました。矢先稲荷神社のご神木大イチョウ、黄金色に輝いていました。形もとても綺麗ですよね。落葉も始まっていて地面も黄金色の絨毯になりつつある頃でした。そしてこちらが出水社です。こちらの出水社もねとっても雰囲気いいですね。緑があって素敵素敵。三代将軍徳川家光公が国家の安泰と市民の安全祈願並びに武道の錬成のために京都の33間堂に倣って
江戸浅草のこの地に33間堂を建立しました。33間堂では弓の射技練成のために通し矢が行われました。お堂の守護神として稲荷大明神を勘定し、その場所がちょうど的の先に当たっていたので矢先稲荷と名付けられました。今からおよそ360年前のことです。ご祭神は宇賀の御霊の命、創業、学業、人徳の成就と武運長久のご神徳があるとされ、武士町人を問わず広く信仰されました。また浅草名所七福神巡りの一つとなっており、福禄寿様が祀られています。ご神像は拝殿内に奉安されており、円満な服装で参拝者をお迎えしてくださいます。浅草七福神巡りは以前からずっと叶えたいことの一つなので、今年近いうちに実現できればと思っています。はい、では今からこの拝殿の中にお邪魔したいと思います。実はですね、拝殿の中は自由に入ってお参りができるんですけれども、この中にぜひともご紹介したいものがあるんですね。ご本殿の方は取らないように気をつけながらお邪魔していきます。はい、履物は階段下で脱いでお上がりください。こちらで履物を脱いでまいります。はい、それでは失礼いたします。こちらの額もまたすごい素敵ですね。失礼いたします。ご本殿の方がね、映らないようにしないといけないので失礼いたします。はい、ではご覧いただきます。こちらです。見てください。天井画です。実はね、この天井画すべて馬が描かれているんですね。すごい。拝殿の格天井に描かれているのは、神武天皇の御代から今日に至る日本馬上史を描いた100枚の絵。海老根春堂画伯が上世より明治時代までの神馬の勲功を絵画に表すために5年の歳月をかけて描き、昭和35年に奉納されたものです。人物、馬の様子、武具、服装など全てが精密な交渉のもとに描き上げられています。きっと初めてこの格天井をご覧になる方はわーっと感嘆の声を上げてしまうでしょう。本当に圧巻です。そして馬と共に描かれているのはどれも皆が知る有名な歴史上の人物ばかり。こちらは源頼朝、その隣にはまさに崖を勇ましく駆け下りる源義経、左側は神武天皇統制の図、右は三冠征伐に向かう神宮皇后、大和武統制の図、猿田彦命、皇后を補佐する竹之内宿根、大化の改新後の藤原鎌足、その右側には聖徳太子、和家の清麿、そして坂上田村麻呂、江戸に入城する徳川家康。まさに馬と歴史上の人物の名場面がずらり。私的には神話の神々たちの場面も見ることができるのがとても嬉しくて興奮しました。拝殿内には格天井絵馬の一覧表があり、好きな武将や歴史上の人物を探すのも楽しいですね。織田信長に
豊臣秀吉、また歴代名馬も描かれています。他にも馬にまつわるものがたくさん奉納されています。中曽根元総理のお名前も見受けられますね。実は撮影したのはまだ馬年になっていない去年12月。まだ人も少なく、一人静かに参拝をさせていただくことができましたが、年が明けて最近ではメディアでも矢先稲荷神社がたびたび紹介され、参拝も長蛇の列になっているようです。やっぱり皆さん、干支にちなんだ神社仏閣をお参りしたい気持ちは同じなんですね。格天井の絵馬をゆっくりご覧になりたい方は、少し時間を置いて初詣も落ち着いた頃に行かれるのが良いかもしれません。そしてこちらの冊子、作者海老根春堂画伯のお言葉とともに格天井の絵がすべて収められた写真帳です。社務所で購入しました。御社殿で永遠に眺めているわけにもいかないので、手元にこの写真帳を置けるのは嬉しいですね。動画ではご紹介しきれなかったものもたくさんありますので、機会がありましたらぜひお手に取ってご覧になってみてくださいね。絵馬もこの時は身年、馬年の両方ありました。絵馬というのは昔神社に馬を奉納していた習わしから生まれたとされていて、その歴史は飛鳥時代にまで遡るとも言われています。普段絵馬を奉納されない方も今年は絵馬にも注目してみてくださいね。お守りも矢先稲荷神社ならではのものがありました。通し矢が行われていたことにちなんで、的を射抜く柄のお守り、願いを叶えるご利益がありそうですよね。矢先稲荷神社は浅草七福神巡りのうちの一社とご紹介しましたが、こちらには福六寿様が祀られています。福は幸せ、六は金運、寿が長寿とされています。浅草七福神巡りは1年を通してお参りすることができ、同時に浅草の名所にも立ち寄りながら楽しむことができるのがいいですね。各神社にはこのような冊子も置かれていますので、こちらを片手にぜひ楽しんでみてください。最後に御朱印を授かりました。月替わりの御朱印と通常の御朱印、中央には馬の象形文字のような印がデザインされています。月替わりの方もとても素敵ですよね。馬年の今年、注目度ナンバー1間違いなしの矢先稲荷神社。撮影も快くご承諾いただき、とても温かなご対応に感謝です。ありがとうございました。はい、矢先稲荷神社いかがでしたでしょうか。神社の境内自体はとてもこじんまりしているんですけれども、御社殿拝殿の中にまで入らせていただくことができて、そしてその拝殿の天井に描かれたたくさんの馬たち、そしてね、歴史上の偉人たち、素晴らしかったですね。有名どころのね、戦国武将はもちろんのこと、神武天皇ですとか聖徳太子、坂上田村麻呂もいるなんていうね、結構歴史好きの方はね、大興奮してしまうようなところなんじゃないでしょうか。天井画を拝見しますと、日本の歴史は馬と共にあると言っても過言ではないような気がいたします。いや本当にね、素晴らしい天井画を拝見することができて、2026年の馬年をスタートするにふさわしい神社をご紹介できたんじゃないかなと思います。これから1年ね、全てがね、馬との関わりのある神社仏閣というわけではないんですけれども、なるべくね、馬寄りの感じで、参拝をさせていただいたりとか、馬にまつわるエピソードなんかもね、ご紹介していきたいと思っているんですけれども、それ以上に、このトコママ情報局ではやはり神社仏閣の歴史ですとか、日本神話、日本の歴史にも焦点を当てながら、私も一緒に学びながら参拝をこれからも楽しんでいけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
矢先稲荷神社を後にして上野方面に向かっている途中、とてもおしゃれなカフェを見つけました。世界大会3位、日本チャンピオン？思わず飛び込んでしまいました。アップトゥーユーコーヒー。コンクリート打ちっぱなしの外観、内装もとってもおしゃれ。店内意外と奥行きがあります。ナチュラルモダンで気軽に立ち寄れそうな雰囲気です。バリスタの奥平さん、2018年にはアメリカのデンバーで行われた世界大会コーヒーフェストにて世界第3位になったすごい人なんです。国内ラテアート大会9度優勝、その他にも数々の賞を受賞されていて、店内にはトロフィーや賞状などがずらりと並んでいます。通りすがりですごいお店を見つけちゃいました。撮影も快くお許しいただき、店内で美味しいカフェラテとスイーツをいただくことに。こちらが日本チャンピオン世界3位のバリスタさんのカフェラテです。ラテアートも素敵ですが、大会ではアートだけではなく当然ながら味も審査されるので、コーヒーにもかなりこだわっています。ケーキは時期によって種類が変わりますが、こちらはエスプレッソとチーズクリームサンドケーキ。見てください、この美しいラテアート。こちらエスプレッソのケーキは生地にも深入りのエスプレッソと上のクリームにもエスプレッソを使用しています。まずはそのケーキの方から。しっとりとした生地がほんのり甘く、そこにエスプレッソの自然な苦みが混ざり合って大人のケーキという感じ。すごく美味しい。クリームの上にはさらにエスプレッソの粉末。そしてわかりますか、このしっとり感。きめ細かい生地。すべてオーナーの手作りです。すごいですよね。オーナーにもケーキの美味しさをお伝えしながら、いろいろとおしゃべりも楽しませていただいておりますが、普段は外国人の方も多く、満席で大忙しとのこと。タイミングが良くてラッキーでした。いよいよ世界3位のバリスタさんのカフェラテをいただきます。やっぱり全然違う。コーヒーの風味が豊かで、ミルクの甘さもちょうどいい。カフェラテってこんなに美味しく作れるんだと感動の味です。コーヒー豆も2種類から選べます。私は奥の方のタンザニアのコーヒーを選びました。黒糖っぽいコクのある甘さと、ほんのりレモンのような爽やかさを感じられる、とっても優しい味わいを楽しむことができます。コーヒーの表現に慣れてないので、お店のインスタグラムからフレーズを少し引用させていただきました。ちょうどこの日の着物もカフェラテとエスプレッソのケーキにもマッチしている色合いで、我ながら良い感じです。突然の訪問にもかかわらず温かく迎えてくださりありがとうございました。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。